台湾北部の港町キールンにやってきました。町は旧暦の7月を迎え、お盆祭りの準備が進められています。台湾のお盆祭りは中元祭と呼ばれます。古代中国には三元と呼ばれる3つの重要な祝日がありました。そのうちの一つが7月15日の中元です。また台湾では道教が信仰されていますが、道教では7月15日の中元節は罪を許す神知漢大帝の誕生日にあたります。仏教のお盆裏盆と道教の信仰が集合し、中元祭のお祭りが定着したと言われています。旧暦の7月1日、老太公廟に大勢の人々が集まっていました。この日、老太公廟の扉が開かれると、冥土に閉じ込められていた孤独な霊魂たちが一斉にキールンの町に解き放たれると信じられています。队形鞭炮。中元節を翌週に控えた週末、港の広場では花火大会が開催されました。キールンは台湾の北端に位置する港町です。キールンの港は台湾が日本の植民地であった時代に整備が進みました。1895年、日清戦争で講和条約が結ばれ、台湾が割譲されると、日本はおよそ50年にわたり台湾を統治しました。日本本土に最も近く、深い入り江の地形に恵まれたキールンは主要な港として開発されていきました。市内の歴史資料館に当時の写真が展示されていました。1923年、皇太子裕仁親王、後の昭和天皇が台湾を行啓。写真はキールンの港にその第一歩を記された瞬間を捉えています。港の地形も大きく変化しました。日清戦争以前に日本陸軍が作成した地図です。入り江の中央に2つの島があったことがわかります。1933年に作成された地図では、入り江は直線的に整備され、2つの島はなくなっています。石炭など資源を運搬するための鉄道も整備され、戦前のピーク時には2万人以上の日本人が暮らしていました。当時の建物が
現在も役所として使われています。1929年に竣工した日本軍のキールン要塞司令部。現在は文化資料館として公開されています。キールンを訪れた際には、ぜひ日本統治時代の建物を探してみてください。旧暦の7月11日、丘の上の祝壇では灯籠が挙げられます。灯籠は高く上げれば上げるほど多くの霊魂を集めることができると考えられています。老太閤とは弔う家族のいない死者たち、いわゆる無縁仏の呼び名です。キールンの人々はこれらの霊をハオ兄弟と呼び、期月7月の間供え物をしてもてなします。4日後に迫った中元節の宴のテーブル。高く掲げられた灯籠はその招待状なのです。市内の集合住宅でも中元の供養が行われていました。中元祭の習わしは年々変化してきたといいます。この集合住宅にお住まいのリー・ユエンホアさんにお話を伺いました。キルの人は7月は賑やか。子供の時はね、みんなだ自分家で料理作って、昔はこのマンションじゃなくて、だいたい自分の家のテーブル外へ持っていて作った料理とか、そのお餅とお花とか全部外でみんな一緒にやるんですね。だから子供はだいたい回って、あなたの家は何がある、私の家は何がある、それでなんかとても楽しかったんですね。やはり中にはね、ちょっと年寄りの人が神様話すんです。そういう決まってる言葉があるんですね。そう何回かやってそうバイバイするんですね。昔の方が、今やはり経済社会ですからね。昔は農業社会の方が生活が面白い方ですね。キールンの中元祭は送信会によって支えられています。送信会とは
同じ姓を持つ人々の集まりです。例えばこちらの送信会はリュウ・タン・トゥという姓を持つ人々の組織です。こちらはリーという姓を持つ方々の集まり。ホアン姓の皆さんの事務所にお邪魔しました。ホアン姓送信会の設立は昭和元年1926年に遡るそうです。会員同士の助け合いや地域貢献、伝統行事の継承などを担っています。キールンにはこうした送信会が15組織あり、毎年順番に中元祭のホストを務めています。今年2025年のホストは呉・ウーセイの送信会です。街中に呉の文字があふれかえります。こうした送信会の由来と中元祭の起源には実は深いつながりがあります。今からおよそ200年前、キールンで大規模な紛争事件が発生しました。当時キールンを目指して中国の福建から多くの男たちが海を渡ってきました。彼らの多くは商州と泉州の出身者でした。漁業を営む者や土地を開いて農業を営む者もいました。しかし限られた土地に多くの人々が住み始めたために、それぞれの利権をめぐり緊張が高まっていきました。そしてついに商州出身者と泉州出身者との衝突事件が発生しました。戦場となった法廷地区にはもはや身元もわからない数多くの遺体が散乱したといいます。弔う家族のいない死者は亡霊となり、たたりをもたらす存在となってしまうかもしれません。この事態に衝撃を受けたキールンの人々は、犠牲者の出身地にかかわらず共同で墓地を作り、老体公廟を建てました。また住民が出身地ごとに結びつき対立構造を生んできたという反省から、出身地ではなく姓の名前でつながり合う祭りのシステムが生まれました。15の送信会が順番にホストするキールンの中元祭はこうして生まれたのです。旧暦の7月13日、スーナと呼ばれる管楽器とシンバルの音が市内に響き渡ります。この日、それぞれの送信会が保管する木彫りの灯籠とうどんが担ぎ出され、キールンを代表する廟である慶安宮までパレードします。木彫りの灯籠とうどんは生死一門の命を託す法器とされ、中元祭の間だけ慶安宮に迎えられ、次の一年の平安と加護を願うとされています。
それぞれの送信会のドウドンが次々と担ぎ込まれます。慶安宮の門前は大渋滞です。旧暦の7月14日、キールンの町は中元節前夜を迎えました。各送信会が制作した水遁塔が市内をパレードします。水遁塔はハオ兄弟の仮住まいとされ、翌日の供養行事プードゥへ霊魂を導きます。水遁塔は市内の4つの廟を巡拝した後、ハオ兄弟を迎え入れるために海岸へと向かいます。深夜11時、市内を巡った水遁塔が次々と海岸へ到着します。水遁塔にはハオ兄弟の衣食住を整えるために、銀の紙銭とともに衣服や靴などの生活必需品が描かれた経緯が詰められます。煌々と燃え上がる水遁塔、その明かりがハオ兄弟たちの魂を呼び寄せると考えられています。旧暦の7月15日、中元節を迎えた祝壇では中元普渡の準備が進められていました。中元普渡のプはあまねくを意味し、ドは彼岸へ渡すことを意味します。中元普渡は弔う家族のいない孤独な霊魂が彼岸へ到達することを願う行事なのです。お供え物の定番は白いご飯と空心菜。炊いたご飯には紙のスプーンを添えます。またこの日の空心菜にはこのように長居をせずに彼岸へ渡ることを促す意味があると言います。
日没後、プードの宴が始まりました。テーブルの手前に置かれた洗面器と歯磨き道具。ハオ兄弟が食事の前の身支度をするためのものです。こちらはベジタリアンのためのテーブル。果物や米を原料に用いた野菜の模型などが並べられています。西洋式メニューのテーブルもあります。ハオ兄弟の出身地は様々であるため、それぞれの好みに合うメニューが用意されています。お寿司のお皿もあります。線香はそれらがハオ兄弟への供え物であることを示します。In Taiwan, everywhere worship the ghost in lunar 7 months. Keelung is very special because it has the longest and most detailed and very complete rituals. Also, it has great cultural, historical, community, and artistic value. The special rituals that Keelung has include the Dimple Lantern Parade, Water Lantern Parade and Release, and also the tradition of opening the gate of the spirit, closing the gates. All the traditions make Keelung Ghost Festival very distinctive.プードを終えた深夜11時、祝壇の一角で倉庫長生期の儀式が行われます。倉庫孫宮とは、ハオ兄弟を丁重に送り出す儀式です。宴が終わり、この世を去る時が来たことを伝えます。しかし中にはこの世に居座ろうとする霊も出てきます。正気、すなわち妖魔を制する神に扮した道主は、未練ある霊を退散させる儀式を行います。鶏アヒルを用いて邪気を払った後、草むしろで東西南北と中央の五方を叩き、各方位の厄を鎮めるとされています。最後に道主は壇上の結界を解き、儀式を終えます。長い一日を終えた祝壇に中元の満月がかかっていました。